今回は複数の本要約から子供の成長を支える3つの柱を解説します。このアプローチは多忙なビジネスパーソンがチームの成果を高める上でも非常に重要な示唆を含んでいます。短時間で本質を理解できるよう要点を絞って見ていきましょう。この解説は3つの柱に沿って進めます。1つ目は社会全体のルールである正義。2つ目は人を動かす個人の指導。そして最後がすべての基盤となる愛情です。これらがどのように作用し合うのか順に解き明かしていきます。まず第一の柱は規律という名の正義です。社会や学校といった大きなシステムがどう機能すべきかという観点から、精神科医和田秀樹氏の提言を見ていきます。和田氏が最も重要視するのは、いじめや体罰といった言葉の定義です。暴行や恐喝は単なるいじめではなく、明確な犯罪であり、体罰は暴力に他なりません。言葉を正しく定義し、法にのっとって対処することこそが、健全な規律の第一歩であると主張します。日本の学校では様々な問題行動がいじめという言葉で曖昧に処理されがちです。これは職場で起きるハラスメントが厳しい指導という言葉で覆い隠される構造とよく似ています。対してアメリカの非寛容方式ではルール違反に明確な罰則が定められており、その結果として学校に規律と正義がもたらされています。このデータは問題の深刻さを示しています。年間5万6,000件もの校内暴力が発生しているにもかかわらず、学校側が出席停止という厳しい措置を取ったのは、中学校でわずか18件です。この大きな乖離こそが、ルールを軽快化させ、学校を無法地帯に変えてしまう原因なのです。システムが本来の機能を果たしていないことの証左です。しかし、どれほど強固なシステムやルールを構築しても、それだけでは人は育ちません。第2の柱は、指導者一人一人の本気の関与です。ここでは、教育者である原田隆氏の実践から、その重要性を学んでいきましょう。原田氏が説く教育の本質は、極めてシンプルです。それは、関わり。人は他者との関わりの数と質によって成長します。見て見ぬふりをせず、遠慮することなく真剣に関わり続ける。それこそが変化を生む唯一の方法なのです。本気、真剣の反対は遠慮です。この言葉は指導の核心を的確に捉えています。相手のためを思うあまり遠慮することが、結果的に相手の成長機会を奪ってしまうことがあります。指導者が、この人は本気で向き合ってくれていると相手に感じさせることで、初めて人の心は動くのです。原田氏の実践は大きく2つのステップで構成されます。まず、ステップ1は、マイナスをゼロに戻すプロセスです。ルールを破れば何度でも根気強く叱るなど、徹底的な関与によって規律の土台を再構築します。そしてステップ2で、ゼロの状態からプラスへと転換させるのです。本人の得意なことを見つけ、自信を育み、その能力を伸ばしていきます。さて、最後の柱です。第3の柱は、あらゆるシステムの根幹をなす愛情という土台です。ここでは特に家庭の役割に焦点を当て、内田美智子氏と佐藤剛志氏の強調、ここ食卓から始まる性教育からその本質を探ります。私たちは問題行動を起こす子どもに注意を向けがちですが、本当に目を配るべきはむしろ手のかからない子かもしれません。彼らは泣いたりわがままを言ったりはしません。しかしその代わりに声を上げることなく心の中で泣いている可能性があります。その静かなサインを見過ごしてはなりません。子供の問題行動の多くは、実は愛情を求めるサインです。その行動の裏には、お母さん、こっちを見て、お母さん抱きしめてという、ただ自分という存在に注目し、無条件に受け入れてほしいという心の叫びが隠されています。すべての行動の基盤となるのは、生まれてきてよかったという自己肯定感です。これは、誰かに無条件で愛されているという実感から育まれます。この感覚があるからこそ、困難な状況に直面した時に、自分は大切な存在だ。だから安易な道を選んではいけないと踏みとどまる力、つまり自己判断能力が機能するのです。では、その自己肯定感は
どうすれば育むことができるのか。専門家の講演会に参加することでしょうか？そうではありません。すべての解決策の原点は、家庭での食事と会話というごくありふれた日常の中にあります。日々の食卓での何気ないコミュニケーションこそが、子供の心を育む最も強力な土台となるのです。本日の内容をまとめます。子供の成長には3つの柱が不可欠です。第1に、規律と正義のある社会というシステム。第2に、本気で向き合う指導者。そして第3に、愛情にあふれた家庭という土台。この3つが三位一体となって機能することで、人は健やかに成長できます。これは企業組織の成長においても全く同じ構造であると言えるでしょう。では、この考え方を明日からの一歩にどうつなげるか。まずは、最も身近な土台である家庭、あるいは職場のチームから始めることができます。意識的に食卓を囲む、あるいはランチの時間を共有して会話の時間を持つ。すべての変化はその小さな一歩から始まります。今後も多忙なビジネスパーソンが短時間で実践的な知見を身につけられるよう、様々な書籍の要点を整理し解説していきます。有益な情報を見逃さないためにも、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。